おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。質問&リクエストフォームから取り上げたいと思います。はじめまして、動画楽しく見させていただいてます。質問なのですが、スタインバーガーカーボングラファイト製のネックのリフレット&指板調整は、1、通常の木製指板とそれほど変わらずできる。2、可能だが工具や工程が通常と異なり、費用は高額。3、やらないのうちどれでしょうか。何年も前から思い出すたびにネット検索するのですが、できるできないどちらの記事もサンプル数が少ないこともあり、すっきり納得できないのです。ジンギター工房さんのようなギターの仕組みを論理立てて解説しているところで語っていただければ、この先多くのスタインバーガーユーザーの助けになると思います。回答いただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。はい、こういうご質問をいただきました。スタインバーガーのカーボングラファイト製のフレット交換ですね。先に結論を言いますと、スタインバーガー、要は木じゃないもの、樹脂製のもの、カーボン製のもののフレット交換も何回も経験したことはあります。これで言うと1番と2番ですね。毎回やるたびに予測不能なんですよね。実際にフレットを外してみないとどのぐらい苦労するかはわかりません。まず最初にカーボンとグラファイトの違い。ここではカーボングラファイト製っていうふうにおっしゃってますけれど、私も専門家ではないのでネットで調べてみました。カーボン、グラファイト、違いっていうふうに検索すると、カーボンっていうものは炭素質、グラファイトっていうのは黒鉛質だそうです。検索したところから引用させていただきますと、まずカーボン、炭素質は紙に筋を引いた場合、紙を引き裂いてしまいます。それは不純物が多く含まれているためで、硬い部分と柔らかい部分が入り混じって存在するためです。で、一方、グラファイトですね。黒鉛質とは鉛筆に似た柔らかさで、白い紙に黒い線を描くことができます。言い換えれば滑りやすく柔らかく、金属などの硬いもので引っかくと傷が入ります。ズバリ、鉛筆やシャープペンシルの芯は黒鉛です。で、このように書かれてました。で、あとカーボンといえば炭素材料全般のことで、グラファイトといえば炭素材料の中でも黒鉛化されたものっていうふうに書いてましたね。はい。それで、この動画では、カーボンというものは、こういうものを指して言いたいと思います。すみまるさんのギター、オールカーボン製のギターもそうですし、私の中のイメージとしては、ドライカーボンとウェットカーボンものがあるらしいんですけれど、よく F1 のボディとかで使われる素材ですよね。薄いシート状の網目状のシートを買ってっては樹脂で固めてってっていう、そういう風な成形の仕方をしたものをカーボンっていう風に言います。で、一方、グラファイトっていうのは、これはだからもう本当に鉛筆の芯みたいな感じ。多分だからイメージとしては黒鉛、粉を樹脂で固めたものをグラファイトっていう風に言いたいと思います。間違ってたらごめんなさい。私は専門家じゃないので、一応区別するためにこの動画ではそういう風に話します。ではまずグラファイトのネックとか指板ですねについて話したいと思います。今まで経験した中ではグラファイトでネック材も指板材も一体のもの、ワンピースネックと同じようなものですね。あとはネック材の部分がグラファイトでできていて、で指板の部分はカーボンでできている。貼り合わせたもの。で、それからすみまるさんのギターのようにネックの部分もカーボン。で、指板の部分もカーボンっていう風な作りをしているもの、フレットの交換経験はあります。どこのだったかはもうちょっと記憶にないですけど、まずグラファイトの指板ですね。に関してなんですけれど、フレットを抜くまでどのぐらいかけるか、ボロボロ朽ちていくように剥がれていってしまうかがわからないんですよね。一番
今まで経験した中で苦労したのは、普通のね、ローズウッドとかエボニーとかの指板材もそうなんですけれど、木材がめくれ上がって欠けてしまう場合とかよくあるじゃないですか。それのひどいバージョンが起こるんですよ。グラファイトの場合だと。ものによってですけれど、抜いていくとボロボロと崩れていくっていうようなケースがあるんですよね。そういうケースに関しては非常に苦労するパターンです。剥がれていった部分をエポキシ樹脂とかで修正しなければいけないので、あと、そういう風にボロボロ崩れるものっていうのは、フレットの足の食いつきが悪いんですよ。こういうグラファイトネックとか、カーボン素材のフレット交換の場合は、多分半々ぐらいだと思うんですけれど、エポキシ樹脂を溝にこう入れて、で、その後にフレットを打ってました。そういう工夫をしたりもします。もう一つ、グラファイトネックっていうのは、全くアイロン効きません。2、3回試みたことはあるんですけれど、ものの見事にアイロンが効かないですね。ほんのちょっとは変化するかななんて思って期待を込めて熱をかけたんですけれど、クランプを外すと元通りの形になってます。で、一方、同じグラファイトでも、このグラファイト素材の指板は割と粘りがあって欠けていかないなとかっていう、そういう素材もありましたね。本当に物によっていろいろあるんだなっていうのは経験してます。はい。次はカーボン製の指板材。こういう指板材ですね。これのフレット交換に関しては、これもね、またグラファイトとは違ったやりにくさがあるんですよね。カーボンの指板材でフレット交換をした時のフレットを抜いたり打ったりする感覚っていうのは、インレイの貝の部分が多く、存在するところにフレットを打つ感覚と似てますね。砂利っていうような感覚があるんですよ。フレットを打つ時のコツは、フレットの足の爪がありますよね。この突起を適宜ちょっとこうヤスリでこういう風に削ってあげたりして微調整して、それで打ち込んだりしてました。抜く時はそれほどそんなにかけなかったですかね。本当にね、数えるほどしかないので、どちらかというとグラファイトの指板の方が圧倒的に経験は多いです。先ほどのグラファイトと一緒のようにカーボン製の指板の場合でも場合によってエポキシ樹脂を溝に流し込んでからフレットを打ったりしてます。で、今ふと気づいたんですけれど、カーボン製でできたネックのアイロン修正は行ったことがないですね。一度もないです。多分グラファイトと同じように全く変化はないと思うんですけれど、そもそもね、グラファイトのネックっていうのは、こうしならせてみるとわかるんですけれど、非常に柔らかいです。グラファイト製のネックですっていう風に言われて、そうですかって言ってこうしならせたりしてみると、すんごい普通の木材のように曲がるんですよね。一方、カーボン製のネック、指板、失礼しました。一方、カーボン製のネックの場合は非常に硬くて、もうほとんどしならないです。カーボン製でできたネックに関して言えば、トラスロットっていうのは本当にいらないと思いますね。ただ、すみまるさんのギターもそうだったんですけれど、ごくわずか。もうほぼこれ調整の必要ないよねっていうぐらいは反ります。弦の張力をかけてない時はスケールでこう当ててみて完全に直線が出てるんですけれど、チューニングをすると本当にわずか。まず素人さんではわからないぐらいの変化はやっぱりあります。どうしても。カーボンのネックに関しては非常に強いですね。ベースはちょっとわかんないですけど、ギターに関して言えばカーボン製でできたネックはトラスロットはいらないですね。カーボンの成形っていうのはいろいろやり方があると思いますので、私は専門家じゃないので何も言えないですけれど、すみまるさんのギターでは中にこういう風にね、長方形の角材を入れてます。ですから、あれだけ強度が出るんだと思うんですよね。ここでちょっとご紹介したいと思うんですけれど、今年の1月2月ぐらいにミュージックマンのスティングレイ
ベースのですね、ネック交換をしました。で、お客様の方でネックは用意されたんですけれど、メイドインイングランドステータスっていうメーカーのネックですね。ネック材の部分はカーボンで、指板面はグラファイトっていう構造のネックですね。このネックに関してはトラスロットが入ってました。非常にやっぱりね、強度が高くて、トラスロット全然調整しなくても、ほんのわずかな軽い順反りっていう程度でしたね。ですからトラスロットももうごくごくわずか締めるだけでまっすぐになるぐらいの強度がありました。で、もう一つびっくりしたのは、このステータスのネックの精度は素晴らしかったですね。非常に精度がよく作られてました。スケールでチェックしてみても完璧なほどの精度でフレットの頭も揃ってましたし、ここまで綺麗に仕上がるんだなっていう感想でしたね。というのも、スタインバーガーにしろ、何にしろ、この手の樹脂製のものっていうのは、あんまりね、正直、完璧な 100% の精度が出てるものがあるかっていうと、そういう印象はあんまりなかったんですよ、今まで。で、ところが、このステータスのネックに関しては、もう一言素晴らしい精度でできてるネックだなっていうのがすぐ分かりましたので、このメーカーは非常にいいと思いますね。こういったカーボン製のネックは、スミマルのギターもそうですけれど、ヘッドのね、こういう部分とか、中が空洞なんですよね。その中の空洞が共鳴とかしないように、スポンジ状のね、詰め物がしてあるんですよね。言い換えれば、それだけの薄いこの側だけで、構造の強度を保ってるってことなので、いかにカーボン製のネックが強度があるかっていうのが、このヘッドの部分の構造を見てもわかると思います。このステータスのネックの握りのシェイプの中身がどういう風な構造になってるかっていうのはちょっとわからないですけれど、トラスロットがどういう風に仕込んであるのかとか、構造がちょっと興味がありますね。はい。で、ちなみにトラスロット交換とかをする際に、このネックはもうそもそも弱いので、ロットの交換だけじゃなくて、カーボンロットの補強も必要だなっていうふうに思った時に埋め込むためのカーボンロットですね。これなんですけれど、見えますかね。昔はステマックさんから取ってました。今はダイワマークさんから仕入れてますね。これ切断してみるとわかるんですけれど、切断面の部分に繊維がこうささくれてくるんですね。で、その繊維をこうピリピリピリって剥がしてみると、お酒のおつまみとかの先イカ、あれもこうやって先端からこうピーって裂いていくと、綺麗にこう裂けますよね。あれと一緒のような構造ですね。繊維が一方向にこう綺麗に束ねられていて、それを樹脂か何かで固めてるんだと思ってます。詳しいことはわかりません。あんまり追求してません。なので、非常にこのロットっていうのはすごく強度がありますし、この長方形の方に関しては薄い方向には反りますけれど、縦方向の反りは全然すごく強度がありますね。カーボンはサンドペーパーで削ってるとわかるんですけれど、時々ね、下手すると手にブスって刺さるんで痛いですよ、これ。あと、なんか知らないけれど、この辺のカーボンを加工してると、なんかね、腕とかね、変なところがかいんですよね。はい。ということで、まとめますと、カーボン製の指板、グラファイト製の指板、どちらであったとしても、フレット交換は可能です。ただし、可能なんですけれど、実際に作業をしてみないと、どのぐらい手間がかかるかっていうのはわかりません。ケースバイケースなんですけれど、私はフレットを打つときに接着剤は使わないっていうふうに前お話ししましたけれど、カーボン製とかグラファイト製の指板のフレット交換に関しては、エポキシ樹脂を溝に流してフレットを打つ場合が割とあります。グラファイト製のネックは柔らかいのでトラスロットは必須ですね。グラファイト製のネックに関してはアイロンは効きません。で、やっぱりこういう樹脂っていうのは、
あんまりやりたくないっていうのは正直なところです。開けてびっくり玉手箱こんなになっちゃったよっていうようなことがあるので、こんなになっちゃったよっていうのはイコール手間がかかるなっていうことなんですけれど、はい、そんなところですかね。最初に冒頭でお話しした通り、カーボンとグラファイトの違いとか、専門的な知識を持ってらっしゃる方もいらっしゃると思いますので、ちょっとその辺のツッコミに関してはご勘弁ください。私は全然そういう知識は持ち合わせていませんので、改めて今回ググってみて、あ、そういう風なんだっていう風に思ったぐらいの認識力です。カーボン調のシートっていうのはいいですよね。なんか心惹かれるというか、車のボンネットとか自分もああいう風なシート貼ってみたいななんて思ってはいるんですけれど、デリカに合うのかどうかは分かりませんが、でも合うんでしょうね。給油口のあそこの蓋の部分とか、あそこだけでもカーボン調のシートをペタって貼りたいですね。はい。ということでいかがでしたでしょうか。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。それでは。